さあ始まりましたホットバージョン、今回は世界の2リッターターボバトル第3弾です。すごいね、すごいです。それが売りです。だからそんなにあるってことだね、世の中に2リッターターボ。そういうことです。もしくは1回のロケで3本取ろうとしてるというかね。ああ、せこいやついるね。いるいる。それで今日は今回はですね、FF vs、FR、シーカーの FK8 シビック、早かった早かった早かった、筑波で早かったという、早かった。そのシビックと、レボリューションのスープラ SZ です。あれだ、あちらの奥の2台ですね。 FF 対 FR。 はい。はあ、これはなかなか渋いバトルですね。ああ、渋いねこれ、はい、これは見ものだな。 FF 対 FR。 簡単に仕様を説明するとですね、両者パワーは似た感じ。レボリューションの SZ が197が385、2リッターターボ倍ですね。200馬力ぐらい上がってます。すごいですね。ほうシビック390、スープラ385なんで、まあほぼ同じ感じ、はいはい。で車重がレボリューション本当は1410キロのはずなんですけども、1288と軽いわ。めちゃくちゃ軽くなってます。シーカーは1390、重いね。100キロ違うんですね。100キロ違いますね。なので、そんな軽いんだ。はい、なので、大体なんか展開が見えてますね。これは面白そうだぞ。この路面で FF と FR どっちが速いんだ、2リッターターボと、ね、こんな感じです。行ってみたいと思います。どうぞ。磨き抜かれたマシンたちよ、峠を制せよ。あいつより踏み切れるか。あいつよりもっと先へ。奪うはその称号のみ、峠の魔王。今ストリートの究極へ。峠最強伝説2リッターターボクラス。バトル3は FF vs.FR。シーカーホンダシビックタイプ R。 チューニングコンセプトはストリート仕様。ノーマルから比べますと、まずうちのオプティマム ECU こちらでブーストアップをして、であとは機械式の LSD の、うちでテストして、調子のいいセット、あと試作のダンパーで、こちらも前回の筑波ロケはサーキット仕様寄りだったんですが、今回は群載ということなんでかなりストリート寄りに振った仕様、これも開発中のものになりますけれども、基本的にはその内容、やはり FF ハイパワーターボっていう、パッケージ自体がこの群載で速く走らせるということに対して非常にハードルが高いというふうに感じてます。ただ今試作中のストリートダンパーを、ここで試したことは当然ないわけですけれども、今回結果がどうあれいろいろなデータを持ち帰れると思いますんで、その群載をしっかり走れるっていうそのデータを取れれば今後の開発にも活かせるでしょうし、かなり有益だと思ってます。さあ、筑波で一番速かったシビックですけれどもね、シーカーのシビックが筑波で一番速かったってびっくり。このワインディングね、群載に来てどうかっていうのをちょっとチェックしてみようかなと思います。DK インプレッション。信用できるね。フロントがずっと接地感が変わんない。抜けるようなところが感じられない。
ギャップの抑え方も結構いいんじゃない？結構跳ねるか。ガックンブレーキ、リア来るなやっぱり。ハンドル取られるね結構。結構速いこれコーナリング。まあでもフロントが裏切らないこの車。フロントがすごいしっかりしてる。フロントの設置感がね、設置感がずっと入り口から出口まで裏切らないなっていう安心感はある。そこに安心して入っていくとリアがツツッとくるね。ドライだとこっちのセットの方がいいのかな。雨だとやっぱりこれだとちょっとオーバー、どこで出るか分かんないなっていう感じ。いや出来はいいよこれ。ノブインプレッション。こう入っていってこう切り増ししたところがねグッと入るんでね、むしろリアをどうやって温めるかが課題だな。ほんとこれ濡れてんのってぐらいめっちゃ食うなこのタイヤ。ここリアがちょっとフロントがねもう元気出ちゃってるからリアがちょっとずれそう。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。でね動きが結構しっとり、ダンパーの動きがしっとりしてる。まあ見た目でなんかこう跳ねてる感じに見えるかもしれませんが、路面が結構凸凹なのと、凸凹なんですよ路面が。だけど乗り心地が悪くない。とってもいい感じにこうしなやかにストロークしてるね。いい車だねこりゃ。めちゃくちゃいいね。あちっちフロントがねとにかくねめちゃくちゃポテンシャルあって、コーナー入ってステアリング切り増しした時にグッと入ってくるんで、コーナーぐいぐい曲がっていくし、今本当にこれ路面濡れてんのっていうぐらいよく食ってる。だから、フロントが元気出ちゃってるから、もし今度はリアをどう温めるかが問題なぐらいで、すげえいい感じ、安心。レボリューショントヨタ GR スープラ SZ。 チューニングコンセプトは軽量サーキット仕様。前回つくばで走った時よりもですね、エンジンのパワー的には50馬力上がりました。そして、車は35キロほど軽くなってきてます。で足のセットアップも良くなってきてますし、まあこの間と同じような条件で路面気温温度全部同じような状態であればもう必ず59秒台にはもう入ってると思うんですね。でここからもうちょっと何かできるかっていうのはまだ課題が少し残ってるんで、軽量も含めてつくばで58秒台に入れるような車に仕上がればマオでもいけるんではないかと考えてます。はい、タイヤはブリヂストンさんの、RE71RS です。前回は 12D のタイプ A を使ってましたけど、今回は 71RS を使わせていただきます。目標はあと80キロぐらいは軽くしたいかなとは思ってますね。フロントが2気筒少ない分フロントは軽いですし、充填効率を考えても、1シリンダー100馬力出てもらって、400馬力でトルクが60キロとか65キロっていうところで走れれば、空力性能や、サスペンションのレイアウトも含めてタイヤの性能もかなり良くなってきているので面白い車には仕上がると思います。はい
とにかくね90スープラとは思えないこの軽さな雰囲気だな。いやでもねアベレージが速そうだな。この単純な直線の速さじゃなくてほんのふとしたねこのターンインのエントリーのスピードだったりこの旋回してからグッと出るところの脱出のね速さだったりそういうね跳ねるほんとねこういうね例えばこんなちょっとしてるところからこう動くこの動き出すまでのタイミングだったりふとしたところがやっぱ軽いからこれターンインしていくスピードも速いしここからグッと出ていく蹴る時のところのタイミングも速いしねこれはね速いな。軽いスープラこれいいな。さあそれではいよいよ登場ですけれどもね、これがレボリューションの SZ チューニング、385馬力、車重がですね1288キロと軽い。これはね乗ってみたいわ。みんなそう思うでしょ。こんな軽いスープラ世の中に多分今はないと思う。行ってきます。硬いな、結構跳ねる。うわうわうわちょっとこれは跳ねすぎだな。これはね青木さんやりすぎだと思うよ俺。スゴーでセットアップしてきたが峠では厳しいか。いや跳ねすぎこれ。これはダメだ。これ俺には無理。眼球疲労を起こす。うわ青木さんパワーも車の作りもとてもいいと思うんだけどこの足はちょっと俺にはきつすぎるわ。フラットな路面しかこの車は無理だと思うな。まあそうなるかなと思って寄ってきたんですけど、いやもう元に戻します。その眼球疲労が起きてきてはい元に戻します。狙ってきたんですみません。ね狙いすぎ。峠バトルシーカーシビック R FK8 vs レボリューションスープラ SZ。 さあ2リッターターボ対決、次はですねシビックタイプ R 対スープラ SZ 超軽量、これをいってみたいと思います。レボリューションのスープラで頑張ります。バトルは先行後追いのイニシャル D 方式。セット変更と何かありましたか？特にしてないですね。ちょっと路面がどちらかというと回復傾向なんで、ご指摘いただいた部分は、おそらくその路面の状況で改善されるだろうという読みです。ただリアタイヤが街でちょっとかなり冷めちゃったんでそこはしっかり温めていただくようにちょっとお願いはしました。変更ありますか？あります。ちょっと事前にテストして持ち込んだやっぱりバネがちょっと硬かったんで20キロ30キロ持ち込んだんですけど14キロ24キロと大幅に下げてその近いレートでうちでもう売ってるバージョンなんで多分全然乗りやすくなるとは思います。はい。筑波の時と同じレートです。そうですね。はいそうです。
いや結構ハイレベルな戦いだと思いますが、多分ねこのツイスティなコーススープラ得意なコースだと思うんで、 FF のだからそのやっぱり1本目のリアのグリップのちょっと低いところがちょっと最初怖いかもしれないですね。なんとなくスープラ来そうな気がしますけどね。結構ねタイトターンのスープラのターンという展開とトラクションがいいんで楽しみですね。FF この濡れてる路面のねちょっとねアンダーステアがねトラクションがどうか。1本目先行はシーカーシビック R。 さあどうか、スタート。加速の差は加速は互角。加速は互角で、コーナーはあっちはリアがやっぱり苦しそうだな。こっちはアクセルが苦しい。おっとここでドリドリがその差を広げる。なんとシビック R がスープラを引き離す展開に。マジですか。ぶっちぎりですかね。思いのほかかなりぶっちぎりでしたね。ぶっちぎりです。これでサイドブレーキついてる100点だよ。めっちゃいい、乗りやすい。ハンドルこう取られるんだけどね、癖があって、まあそれはもうしょうがねえのかな。これだけパワーが上がってると向こうも385馬力、これも390馬力で、だからもうトルクステアはしょうがないかな。だけど乗りやすい。思い通りに攻めれない。アクセルがやっぱりこううわっとしゃくるから、もうパワーバン踏んだらうわってこうしゃくっちゃうから、アクセルがこうトラクションかけてじわーっていけない。でそこの最後の2つのコーナーは姿勢がこうポンポンして安定しないね。だからね、とても攻めれない。サイドついてればこうちょんちょんってできるんだよね。2本目スタート。加速はスープラが速い。しかしブレーキングでシビック R が詰める。いやこれはすごい。もはやベタ付け状態に。そんでもってライトオン。ここからはドリドリが圧巻の走りを見せる。もうすごすぎです。決して路面はドライではありません。これがプロの技術。すごっ。バトルはシーカーシビック R に軍配。FR 対 FF、スープラ対シビックですけども、ちょっと僕が想像したのは意外とシビックよりスープラのこういうツイスティーなコース来るかなと思ってたんですけど、ちょっと結構差がありましたね。これはね、シーカーのはい仕上がりの良さかな。だからここ何年かのシーカーの車の仕上がりっていうのはもう本当にレベル高い。とりあえず軍曹に対してベストチョイスにしてくるもんね、ファーストチョイスをね。まあこうドライブし終わった後の土屋さんの笑顔で大体わかるよね、車の良さがね。わかりやすいですね。いやもう1本目で、うん1本目でこれ谷口話せると思ったもんね。僕と車がちょっとリンクできなくて、おっからびっくりしか乗れなくて、これがドライだったりサーキットだったりしたらもっと違ったんでしょうけど、そうだね、今日のこのコンディションの軍曹には
今回ちょっと乗りにくかったなという感じですね。これどこでもいいね、シーカーサーキットでもこの群祭でも。青木さんいかがでしたか？今勉強になりましたっていうかね、青木さんの作る車いつも硬いんだよ。いつも跳ねてるの、86の時もそうだけど。でも軽くしてきますよね。軽くしてくる。そんなに軽くなるっていうぐらい軽くしますよね。だからもう本当にこれは足さえ煮詰めたら本当速くなる。足とあれエンジンのね、スロットル、そうだね、これはもう本当あと軽くしていくだけ。そうですね、今のところ軽量化ゼロなんで、まあ徐々にやっていこうかなと思ってるんですけど、いやだけどシーカーが作ったんだよこれ。素晴らしいですね。いや本当乗りやすいし速いし、まあ割と安定してるしさ、びっくりしました。ということでこの路面でも FF の勝ちです。強かったですね。強い。峠最強伝説2リッターターボ、優勝候補と目されたレボリューションが敗退。